レールの72分の1スケールサーブ37ビゲンの仮組みを行います。エレール、フランスのプラモデルメーカーですね。そうそう、今はドイツの模型販売会社の傘下となっているみたいだけど。そうなんですね。工場はフランスにまだあるのね。実はエレールのキットは初挑戦です。動画投稿者の地元模型店ではイタレリ、エアフィックス、エッシーとともに輸入プラモデルとして売られてました。そうなんだけどエレールは買わなかったな。興味が湧く機体がなかったのかしら。その理由は分かっていて、当時のパッケージが完成写真だったのが原因。エレールハンブロールのパッケージだったと思う。塗料メーカーのハンブロールが親会社の頃ね。海外キットはシュリンクされていて中身がわからないキットが多かったんだけど、エレールは買う前から見えてしまっている。モールドも凹凸どちらなのか分かっちゃいますね。パッケージイラストってのは大事なんだなと改めて思います。完成写真がそそらなかったわけね。それでビゲンに関してですけど。そうでした。確かスウェーデンの戦闘機でしたね。2005年に退役した戦闘機。なるほどね。今回この機体を選んだのはどうして？ビゲンはドラケンとグリペンの間に実戦配備されていた戦闘機。ドラケンはエリア88で人気でしたね。グリペンも最近のウクライナ情勢で話題になりました。そうそう、日本に限定するとビゲンはいまいち知名度がないのかなと。ふむふむ。中学生時代だったと思うが長谷川のビゲンを一度組んだことがある。この機体を知っていたの？知らなかった。でもドラケンは知っていたので同じような機体かなと思って。長谷川のドラケンはまだ発売前の話ね。長谷川版のビゲンを組んでみて分かったことがあって。何でしょう？長谷川版は試作機をキット化したみたいで、ところどころ量産機とは違う部分があるみたい。そうなんですね。なので量産機版を作りたいなと思いエレールのビゲンを選んだわけです。なるほどね。ところでビゲンってどんな戦闘機なの？スウェーデンのサーブ社が開発した戦闘機。デルタ翼にカナードをつけた独特のデザイン。ドラケンはダブルデルタ式。こちらも珍しかったですね。ビゲンもドラケン同様にエストール性能が高い。エストール性能？短距離で離着陸できるってこと。飛行場を攻撃されて使えない場合、高速道路などを使って離着陸できるみたい。ふむふむ。日本でも航空自衛隊の第2次 FX の際、採用戦闘機候補に挙げられた F4EJ ファントム2が採用された時ね。そうです。長谷川とエレール以外にもこの機体を発売しているの？同スケールに絞って時系列で説明しますね。お願いします。最初に発売されたのはフロックからで1967年に発売されたみたい。この機体の初飛行と同じ年ですね。翌年の1968年には長谷川から出た。戦術通り配備前なので試作機型となっている。ふむふむ。長谷川版はミニクラフトやエールズに OEM された。当時提携していた長谷川ミニクラフトなどね。1971年にはエアフィックスからも出ている。これも配備前ね。1977年に今回紹介するエレールから出た。初めて配備後のキットが登場したのね。翌年にはマッチボックスからも出る。後にレベルに OEM されたのね。2018年にお膝元のスウェーデンのメーカーであるタラングスから出ている。ふむふむ。これはスペシャルホビーに OEM されたみたい。日本ではどちらかというとスペシャルホビーの方が一般的かしら。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは焼けた空を背景に飛ぶビゲンなのだ。迷彩塗装がかっこいいですね。このキットは3タイプの選択式キットとなっている。3タイプ？対地攻撃任務の AJ37、複座練習機の SK37、写真偵察タイプの SF37。なるほど。3種類から選べるのね。今回の仮組みは対地攻撃任務の AJ37 で進めます。ふむふむ。では中身を開けていくのだ。ダークグリーンのランナーが3枚。透明パーツが1枚。デカール。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは3種類。対地攻撃任務の AJ37、複座練習機の SK37、写真偵察タイプの SF37 となる。なるほど。部品点数は69点。72分の1ジェット機としては普通かしら。ではではエレール72分の1サーブ37ビゲンの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席ベースにケーキパネルと操縦桿、座席なのだ。複座型はもう1個作るのね。ケーキパネルはモールドのあるタイプ。
塗り分けるタイプね。残念ながらパイロットはついてません。ある程度のディテールがあるので大丈夫そうね。そうなのだ。次はエンジンですね。と言ってもエンジンノズルだけで2パーツ構成となる。今の時点では切り出して終了ね。次はノーズコーンなのだ。ノーズコーンは上下分割で2パーツ構成。選んだマーキングでパーツが変わるのね。ここでエアインテーク口も作る。エアインテーク口は2個作るのね。エアインテーク口は左右貼り合わせ。接着して一旦終了ね。次は主翼と胴体なのだ。今回は土の字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席と前脚庫、エンジンノズルを挟み込んで接着する。ふむふむ。当然操縦席も胴体内側も先に塗装を済ませた方がいいのだ。貼り合わせたら先ほどのエアインテーク口を取り付けね。さらに胴体上部も接着します。これは単座と複座でパーツが違うので注意が必要。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドとなる。細いながら鮮明なモールドとなる。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で3パーツ。主翼下パーツに左右主翼上パーツを接着する。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも鮮明な凸モールドとなる。次はカナードですね。カナードは左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造。垂直尾翼もありますね。こちらも胴体に差し込む簡単な構造です。選んだマーキングでパーツが変わるのね。次にベントラルフィンなのだ。わかりにくいですが胴体真下につけます。ベントラルフィンも選んだマーキングでパーツが変わるのね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となっているので操縦席の開閉選択ができるかも。かもとは？組み立て説明書にその説明がないのです。そうなんですね。透明度は問題なそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤと主脚の構成ね。その他にも胴体に取り付けるカバーがあるのだ。次は前脚ですね。前脚は4パーツ構成となっている。前脚とタイヤ2個、主脚ね。ここも胴体に接着するカバーがありますね。次はアクセサリーね。アクセサリーは胴体下部に増装を取り付けられる。増装は左右分割ね。あとは主翼にパイロンを取り付ける。全部で4個ね。最後に総評なのだ。今回はエレールの72分の1スケールサーブ37ビゲンの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？コンパチキットなので分割パーツが多い印象。その割には愛は良いと感じた。凸モールドってだけで食わず嫌いしてたのは間違いでしたね。なるほど。気になった点としてはプラの柔らかさかな。ゲート処理時に力加減を気をつけないと削りすぎるかなと思った。モールドは凸でしたね。割とはっきりとした凸モールド。これを活かしても良いかなと思った。塗装後に2000番台でサンディングするとかかしら。そうそう。キットの下地が筋彫りの代わりになるかと。他には何かありますか？組み立て説明書が分かりにくいかな。工程を分けて説明してませんからね。工程ごとに順番に説明してくれる。国産キットに慣れていると違和感を感じます。ふむふむ。こちらは現在のパッケージでは改善されている可能性もあるけど、割と最近も再販されてますね。それとアクセサリーが少ないのも寂しい感じ。パイロンのみでしたね。最近だと戦闘が主任務の JA37 もラインナップされている。なるほど。そちらだと空対空ミサイルなどが付属するみたいです。そっちの方が良かったわね。よく調べて買わないから。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。